おはようございます。でもうこんにちはか。2023年10月16日、月曜日、10時半です。もうオンラインにはしてあります。昨日あんまりにもね、暇なんで、昭和カレスキ歌ってしまいました。そしたらね、コメントで、ざまみろやったーみたいな期待してたんですけども、褒めてくださるんですよね。昭和カレスキお上手ですね。ね。で、褒められると、2本しかなかったってね、悲しくなっちゃいますね、逆にね。で、私、ちょっと泣くのやっぱりちょっと下手なんですよね。なんかうまくできなくてすいません。本当はね、泣くの上手にしたいんですよ。なんか許してもらいたいときに、でもういいですよって言って、本当とかさ、やりたいんだけど、それはできない。そんな上手じゃないです。で、自転車10時間乗ってて、お尻痛くなりませんかって話なんですけど、大丈夫です。そんなに乗りません。せいぜい2、3時間です。あとは、公園で座ってます。ですから、今は全然痛くなりません。10時間乗ってもでもね、大丈夫ですよ。で、最初は乗り始め、配達で、電動で、5件から7件ぐらいやったとしても、足がもうパンパンになっちゃって、全然ダメなんですよね。すいません、中断しました。で、自転車を配達で乗り始める頃には、もう電動でも何でもね、すぐ足がパンパンになって、お尻も痛くなります。ただ、慣れてくると、1日5時間やっても大丈夫、6時間やっても大丈夫、7時間やっても大丈夫って、だんだん平気になってきます。ただ、部分でフィットしない場合がありますよね。僕は26インチの自転車がちょっと合わなくて、その時はね、お尻がすごく痛くなりました。それがね、次の自転車に変えて27インチになったら大丈夫でした。それ以外は、お尻が痛くなったってことはないです。で、それから痔になりませんかってことですけどね、なります。やっぱりね、お尻のね、ところ、力入れるとき、どうしても力入れるときあって、その時は、自薬を2、3日使って治します。ただ、あんまりそのポイントにね、力当てないようになるべくしてるんで、痔にはあんまりなりません。薬は常備してるけど、あんまりなりません。それから、そうですね、メンターム。お尻にメンターム、塗ったらどうですかって話ですけど、本当にね、自薬がね、切れちゃって、で、もう行った先で何もないときは、メンタームちょっと塗ります。それでちょっと我慢するんだけど、メンタームはお尻には合わないですね。で、以前、タイガーバームしか持ってなかったとき、それを塗ってみたことあるんですよ。そうすると、すっごい痛いです。とりあえずスースーするけど、もう2、3分後は、また痛くなっちゃって、あれは合わないですね。あれは塗らない方がいいと思いました。あとはご質問がなかったと思うんで、ごちゃごちゃずっと話してないで出発します。ポンポンポンゴー。いつもの公園待機です。昨日の小学校の運動会の写真は、4人で担当で撮ったんですけど、皆さん、素人で、僕も素人みたいなもんですけど、で、お三方には、構図はこれとこれとこれ押さえておけば大丈夫ですよとかね、案内しといたんですよね。で、撮ってもらったらね、一人のお父さんがね、すっごいいい写真撮るんですよね。で、そのお父さんは頭のいい方で何でも飲み込みが早い。頭のいい人はね、すごいですね。素晴らしい。で、当日、構図以外にお話ししたのは、普通皆さん撮ると、近くの映像がとても少なくて、円形だけになっちゃうんで、なるべく近く意識して撮ってくださいねってことと、あと、アングル、上から撮ったり、下から撮ったり、これもちょっとやってみてくださいねって、それだけなんですよね。これだけなのにね、もうなんかね、写真屋さんよりも光るような躍動した映像を撮ってくるんですよ。で、ただ事前の約束では学校側から児童の顔は全 NG って言われてたんですけど、そのお父さんその顔も撮っちゃって、でその写真使いたいんだけど使えないんで、今PTA さんの役員さん通して学校と交渉中です。本当は使いたいんですけどね、
NG になるかもしれない。初めて行く店で13分熟成 3.8 キロですが、まあ初なりです。行ってきます。県名終了、中原西です。中原西のタコ公園待機です。慣れました。どうやって行くんだローソンって僕呼んでますけど、直接行けません。この線路と都市高速の影にもう見えるんですけど、注文はキャンセルされてしまいました。高台前駅前待機です。今のローソンですけど、行きづらいんですけど、慣れると行けるんですよね。で、もう本当の目の前にあるんですけど、車で行ったりバイクで行ったりすると大回りしなきゃいけないから、3.8 キロの表示なんですよ。で、お客さんの方にも多分時間がかかっていう表示が出てて、なんだ自転車が行くのかってことでキャンセルされてしまったんですけども、実際にはまあゆっくり行っても10分か15分かぐらいでお届けできたんですけどね、残念です。で、この辺の住所、中原っていうんですよね。中原東、中原西って言って、まあ、この辺の原はバルって読ませるんですよ。駅名でもありますし、国バルなんで地名も北九州市内にあります。で、そういう難読地名が連続してましたね。ちょっと東に行くと、芋地とか佐塩場って、まあ、普通の他の地区の出身の人は読めません。で、よく待機してる糸渦も難しいですし、清水も普通東日本だと清水さんって読みますよね。で、こちらは清水。まあ、それはまあ読めなくもないですね。京都の方に清水寺ってありますからね。で、そうです、清水寺でお水が、清水の舞台の下にお水がありますよね。あれ、飲むと健康にいいとか。右が、金運、真ん中が安産、恋愛だったっけ。で、左側が学業、あ、違う違う、右は長寿だ、一杯飲むと10年長生きするってやつですよね。あれ、コロナの時はどうしてたんですかね。あとさっき置き配で思ったんですけど、ウーバーのマニュアルっていうか通達ではピンポンを押してで帰ってくるんですよね。でもピンポンを押すと、ピンポン皆さん押してます？押さないですよね。押すとなんか迷惑になるからね。で、あれ、なんか、いつだったか、押さないで置いてきて、で、ずいぶんクレームを言われたらしくて、じゃあ押した方がいいんじゃないかってことで、押す通達を出したんだけど、でも、押してもらいたくない人の方が実は多かったってやつですよね。で、やっぱり押さない方がいいと僕も思います。もしコメントにあれば、押しますけども。あと、そうすると、あと出前館ですね。出前館の方で、僕が聞いた話では、出前館の場合は、置き配で、お客さんが取るかどうかを確認してから帰ってくるっていうルールあるんですか？それ皆さんされてるのかしら？柱のね、影に隠れて、見てから帰ってこいって言うんですよね。ほとんど家政婦は見たの世界ですけど、そうすると怪しいですよね。あと、通達といえば、武藤さんの単身っていうか、ブリーフっていうか、ちょっと名称は忘れましたけど、こんなのもありましたよね。ある注文者さんが、置き配だったんだけど、配達員が、置いてって、で、その注文者が、窓越しちっちゃい見えるとこありますよね。あれ越しに見てたら、配達員が、閉まっているドアの前でお辞儀していたと。でそれをすごく感動した。でそういうメッセージが武藤さんのところに届いたみたいで、武藤さん自体が感動して、いや、素晴らしい配達員だと。皆さんにそうさせなきゃいけないと思ったみたいでね。で、皆さん、ドアの前ではお辞儀しましょう。で、メッセージ来たんだけど、配達員側としては、それやるのってね感じで、僕はやんなかったけど、やってる人います？門の前でお辞儀ですよ。なんかね、危ない人みたいに思われちゃうよね。少し気持ち悪くなりました。
YouTube だと影響力大きいからな、あんまり言いづらいけど、水3杯ぐらい飲みましたね。久しぶりに完食はできなかったです。絵文字で慣れました。ピックピックドロップドロップばらします。そもそも量多くて積み切れないけど。2軒目ドロップ、小倉北区浅野です。浅野潮風公園待機です。さっきのラーメンでちょっと頭痛くなって気持ち悪くもなってたし、これもあんまり良くないのかもしれないけど、バリスタで口直ししてます。水が出てきます。水が出てきます。じゅーん。この浅野公園は30分に1回水が出ます。で、子供がよく遊んでます。で、お母さんなんかはね、近づかないでーって、近づかないで遊んでーって言うんだけどね、大体子供はわーって入ってったってね、パンツまで濡らしちゃいますね。小倉城待機です。今日もまだ2件で、もう1件やると昨日よりはいいってことなんですけどね、あんまり暇なんで、1本、外国人向けの旅行案内の動画を上げました。どのくらい見てもらえるかどうかわからないけど、試験的にやってみました。3件目になりました。行ってきます。3件目大手町ドロップです。3件目やりましたので、昨日よりは超えました。とりあえず安心しております。4件目、八幡東区川口町ドロップです。今日も10時間が終わりました。10時間ちょっとやりまして、オンライン時間に対する運転時間の利用率が 13.8%。昨日よりはずっといいですけども、私の平日の、関西圏の平均だと思われる数字 25% からするとずっと悪いです。で、昨日ちょっと上げた、貯金の 66% は繰り越されるのかどうかでしたけども、おそらく繰り越されないと思います。先週は先週で計算が終わり、今週は今週です。でもうこんだけバーッと深い関西圏になっちゃう、関西圏もディープの関西圏ですからね、ここまでいくともう計算なんかもうどうでもいいような感じでね、すいません、音が大きかったんでちょっと中断しました。こんだけ大きなディープな関西圏だと、バイクさんなんかでも遊んでる人もいますしね、ちょっと難しいかなと思います。もうやり方はもう関係なくて耐え忍ぶだけになっちゃうんですけどね、損益分岐点の高い人ほどちょっと辛いですよね。頑張りましょう。ではまた明日。